はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、KB やカリディア、Apex P6 です。伝説の神話と最新技術が融合したロマンあふれるトライブリッドモデルです。Apex ってどういう意味？頂点と可極値っていう意味だよ。KB イヤーの自信の表れだろうね。じゃあ P6 は？ピエゾの P と約 6mm のノズルの口径からついてるらしい。中国では給食録という名前で親しまれているみたいだし、もちろんカリディアって呼んでもいい。ディアーは鹿だもんね。そう、カリは推測ですけど、ギリシャ語のカリス、美しいを由来とする万華鏡、カレイドスコープの美しい色彩という意味から取ったのかな、なんて思います。いずれにしても、これは敦煌の壁画に描かれた聖なる鹿をモチーフにしてるんだそうだよ。手元にあるのはブラウンで、フェイスプレートのブルー、ブラウンは地味系ですけど、そこにゴールドが混ざり合うことでアクセントになっていますね。給食録の放つ神聖な光をイメージしたデザインってことなのかね。3D プリント製の樹脂シェルでつなぎ目のないシームレスな仕上がりになってる。神話の世界から時空を超えてやってきた鹿さんがイヤホンに姿を変えたっていう設定らしいね。鹿さんって言っても聖獣ね。中身の3つのドライバーも鹿さんの光が姿を変えたものなんだって。コンセプトがしっかりしてるよね。単なるデザインだけじゃなく、内部の音響チャンバーも不要な共振を抑えるように最適化されてる。ちょっと小ぶりに見える外観だけど、実際には普通サイズと言って良さそう。オール樹脂製で軽いけど、ドライバーが見えないのがちょっともどかしい。この部分からの音漏れはちょっとあるけど、気になるほどじゃないと思うよ。装着感はすごく軽いです。実際片側 4.1g ですから、人間工学に基づいた形状で耳にすっぽり収まる感じ。バンドルケーブルは 5M 銀メッキ OFC 無酸素銅という仕様。購入時に 4.4mm を選べないようなので、ちょっと残念。カリディアは3種類の異なるドライバーを搭載していて、広域はピエゾが担当なのがポイントですね。そうだね。低域を 10mm ベリリウムメッキダイナミックドライバー、中域は 30095BA、そして広域はピエゾ発電セラミックドライバーのトライブリッド構成だ。ピエゾは 40kHz を超える超広域までカバーしているそうだ。聞こえない帯域までカバーしちゃうんだ。欲張りセットだね。全部のせラーメンみたい。そうね、豪華よね。そんなにバラバラな部品が入ってて音は混ざらないの？お口の中で味が喧嘩しちゃうよ。いつもの振りありがとね。そこは高精度な 3way クロスオーバーでそれぞれの音が被らないように調整されてるんだって。各ドライバーが自分の得意な音域に専念できる設計だね。低音の力強さとボーカルのクリアさ、そして高音の伸びを両立させてる。ベリリウムメッキの振動板は反応が早いから低音がもたつかずにキレよくなってくれるのもポイントですね。ではサウンドチェックで音を聞いてみましょう。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。今回の比較はどういう意図だったんですか？ KB イヤーで2026年にレビューした割と最近のモデル、ボヤージュ SR8 が 1DD プラス 3BA のハイブリッド、ミラージュ KB08 が 1DD プラス 1BA プラス 2MPD のトライブリッド、
この2モデルをレビューした時の印象が良かったんで、カリディアとの違いが知りたくなったってわけ。そっか後発のカリディアはピエゾ搭載でも価格は一番リーズナブルなんだね。音質次第ではかなりのコスパモデルってことかな。そういうことになるね。収録音を聞いてもらったけど、どうだった？実機の比較も含めたシンプルな感想ですけど、ボヤージュはすっきり軽めで小域の抜けが結構良かったと思います。この辺りを抑えてるのがすっきり軽めにつながってるよね。そしてこの帯域は小刻みに山谷を作っているけど、基本しっかり出す傾向だからね。一方ミラージュは音が出た瞬間から低域の重さと全体の厚みがあり、小域はしっかり出ていてもやや抑えた感じという印象でした。予算の都合を除けば、もし店頭で主張した場合、愛はミラージュに決めたくなるでしょうね。なるほど。私はカリディアの音質と価格のバランスが取れていて良かったと思うよ。低域がはっきり分離した感じとか、2から5キロあたりの滑らかな山の感じが音にちゃんと出ていたからね。確かに1曲目のボーカル比較ではいまいち分かりづらかったけど、2曲目の歪み系ギターではこの辺りの違いがはっきり分かったからね。はい、3曲目のブラス、ストリングスでもミラージュはこの辺りを抑えている分、やや弾いた感じでしたが、ブラスが高音域になってくると、がぜ存在感を増すあたりは、ここの違いが大きいのかななんて思いました。そうだね。基本ボヤージュが一番明るく感じたのは間違いないけど、その中でカリディアが特徴的に思えたのがやっぱりここ。ボーカルやメロディー系がぐっと前に出てくるんで、とても聴きやすい。5から6キロあたりをやや落とすことで刺さる感じもほとんどなく、高域がきついと感じることもなかった。まあさらに高域に繊細さを求めるなら、ここの谷を少し持ち上げることぐらいかな。そういえばドライバー構成は違いますけど、カリディアの波形ってこれに似てますよね。そう、トゥールビヨンプロ。ちょっとびっくりしたね。実機を聞き比べてみるとほぼ波形の違い通りで、 TB プロの低域が重たく、高域はカリディアがやや出る感じ。ってことは TB プロをトライブリッドで表現したのがカリディアってこと？ざっくり言うとそうだね。違いは TB プロが厚みのある低域プラス面で迫ってくる感じなのに対し、カリディアはやや低域を軽くし、トライブリッド構成から来る分離感が加わる感じ。 TBX も含めた5つのモデルを比較してみたんで、価格も含めて参考にしてもらえればと思うよ。カリディアには珍しく5種類のイヤーチップがバンドルされていました。視聴と音収録にはベルベットを使っていますが、もしバンドルイヤーチップで広域をもっと出したい場合は、バンドル4が一番適していそうです。バンドル1と3の見分けがつかないけど、どうすればいいの？開封時、白っぽい袋に入っているのがバンドル1で、まとまって入っている中のブラックがバンドル3ね。1と3は9キロ過ぎから結構違ったカーブになっているね。カリディア実機視聴の印象はもう結構話しちゃったね。まとめ的な話を聞きたいな。そうだな。まず波形測定前に聞いた第一印象がとても良かったんだ。低域の重たさと分離感、低中域も再現度高いし、ボーカル、メロディー系も前に出てきてる。聞き疲れをあまりしない高域の感じも良かった。ミラージュの厚みとボヤージュの軽さの間に位置する感じで、高域にピエゾを据えたトライブリッド構成で約16,000円。購入時 3.5mm ジャックしか選べないのは残念だけど、リケーブルの楽しみを残しているんで、それはそれでよしとしよう。はい、愛はミラージュが好きって言いましたけど、価格帯が違いますから、1万円台でのカリディアは優秀だと思います。今回は KB イヤーの他のモデルもまとめて比較してみたので、参考にしていただければ幸いです。はい、ということで KB イヤーカリディア ABEX P6 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。